第10話。ともこの秘密レシピ。こんにちは。私は大谷ともこです。今日は私が家族のためによく作る味噌汁とおにぎりのレシピを紹介します。日本の家庭では味噌汁とおにぎりはとてもポピュラーで日常の食事に欠かせない存在です。そして今日は私の母から受け継いだ私の特製味噌汁と簡単で美味しいおにぎりの作り方を皆さんにお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。味噌汁。味噌汁は日本の伝統的なスープで毎日の食事に登場することが多いです。日本の味噌汁は味噌という大豆を発酵させて作った調味料とだしという旨味のスープをベースに作ります。日本の家庭料理には栄養バランスが取れた具材が入った味噌汁がよく出てきます。具材には豆腐やわかめ、ネギなどシンプルで健康的なものを使います。これからは私の特製だしの作り方を紹介します。私の味噌汁には特別なだしを使います。だしは日本料理にとって欠かせないスープベースで旨味を引き出すために使われます。普通のだしは昆布や鰹節を使って短時間で作ることが多いですが、私のだしは少し違います。私の特製だしは前日の夜に準備をして時間をかけて旨味を引き出す方法です。材料はとてもシンプルですが、少し工夫をすることでより深い味わいのだしを作ることができます。材料は昆布、いりこ、干し椎茸、そして水です。昆布は海藻の一種で旨味を引き出すための重要な材料です。いりこは乾燥させた小魚で魚の旨味を出すために日本の味噌汁によく使われます。干し椎茸は乾燥させた椎茸ですが、だしにコクを加えてくれます。水は一晩漬け込むための水です。私の特製だしの作り方は、前日の夜、大きな容器に水をたっぷり入れます。そこに昆布を1枚、いりこを10から15匹、そして干し椎茸を2から3個加えます。このだしを冷蔵庫に入れて一晩置いておきます。時間をかけてゆっくりと旨味を引き出すことで深い味わいが生まれます。翌朝、この水を鍋に移して弱火でゆっくりと加熱します。だしが沸騰する前に昆布を取り出すのがポイントです。これで私の特製のだしが完成します。このだしを使うことで普通の味噌汁よりも深いコクと旨味が楽しめます。時間をかけて準備することでシンプルな味噌汁が特別な一杯になります。味噌汁の作り方は、前日から用意しておいた私の特製だしを鍋に入れ、火にかけます。だしが温まったら、豆腐やわかめ、ネギなどお好きな具材を入れます。具材が煮えたら火を弱めて、最後に味噌を溶かします。味噌は加熱しすぎると風味が飛んでしまうので、火を止める直前に溶かすのがコツです。味噌が溶けたら完成です。
温かいご飯と一緒にどうぞ。おにぎり。次は、おにぎりを紹介します。おにぎりはおむすびとも言います。味噌汁と一緒に私がよく作るのがおにぎりです。おにぎりは手で握ったご飯の中に具材を入れ、外側に海苔という乾燥させた海藻を巻いて作る日本の伝統的な軽食です。家族のお弁当にもよく入れますし、ピクニックや遠足にも持っていくことが多いです。おにぎりの材料は、ご飯、梅干し、鮭、ツナマヨなどです。日本のおにぎりは、短粒米を使って作ったご飯で作ります。日本のお米は粘り気があり、握ると形が崩れにくいのが特徴です。梅干し、鮭、ツナマヨなどは、おにぎりの中に入れる一般的な具材です。海苔は、おにぎりを包むための乾燥した海藻です。おにぎりの作り方は、まずご飯を炊きます。おにぎりには少し冷ましたご飯を使います。炊きたてだと熱すぎて握りにくいので、手で握れるくらいまで冷まします。手に少し水をつけてから塩を手にまぶし、ご飯を適量手に取って軽く丸めます。中に梅干しや鮭、ツナマヨなどの具材を入れて三角形や丸い形に握ります。最後に外側に海苔を巻いて完成です。海苔はパリッとした食感が楽しめるように食べる直前に巻くのがポイントです。おにぎりはシンプルですが、具材を工夫することで様々な味を楽しむことができます。おにぎりを作る際は、家族の好みに合わせて具材を変えています。娘のナナはツナマヨが大好きで、息子のケンタは鮭エリのおにぎりがお気に入りです。私にとって毎日の食事作りは家族の健康と幸せを支える大切な役割です。特に味噌汁は日本の伝統的な料理でありながら、出汁の取り方や具材の選び方で無限のバリエーションが楽しめます。私の特製だしを使った味噌汁は家族みんなに大好評です。夫のケンジはこのだしは本当に美味しいと言っていつもおかわりをします。またおにぎりも簡単に作れる日本の伝統的な料理で家族のお弁当やピクニックにもぴったりです。シンプルな材料で作れるのに心がこもった一品になります。今日は私の特製味噌汁とおにぎりのレシピを紹介しました。どちらも日本の家庭でよく食べられる料理ですが、出汁の取り方や具材の選び方に工夫を加えることで家族に喜んでもらえる特別な一品にすることができます。皆さんもぜひ日本の伝統的な調味料を使って自分だけのオリジナル味噌汁やおにぎりを作ってみてください。これからは通常のスピードで読みます。こんにちは、私は大谷智子です。今日は私が家族のためによく作る味噌汁とおにぎりのレシピを紹介します。日本の家庭では味噌汁とおにぎりはとてもポピュラーで
日常の食事に欠かせない存在です。そして、今日は私の母から受け継いだ私の特製味噌汁と簡単で美味しいおにぎりの作り方を皆さんにお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。味噌汁。味噌汁は日本の伝統的なスープで毎日の食事に登場することが多いです。日本の味噌汁は味噌という大豆を発酵させて作った調味料とだしという旨味のスープをベースに作ります。日本の家庭料理には栄養バランスが取れた具材が入った味噌汁がよく出てきます。具材には豆腐やわかめ、ネギなどシンプルで健康的なものを使います。これからは私の特製だしの作り方を紹介します。私の味噌汁には特別なだしを使います。だしは日本料理にとって欠かせないスープベースで旨味を引き出すために使われます。普通のだしは昆布や鰹節を使って短時間で作ることが多いですが、私のだしは少し違います。私の特製だしは前日の夜に準備をして時間をかけて旨味を引き出す方法です。材料はとてもシンプルですが、少し工夫をすることでより深い味わいのだしを作ることができます。材料は昆布、いりこ、干し椎茸、そして水です。昆布は海藻の一種で旨味を引き出すための重要な材料です。いりこは乾燥させた小魚で魚の旨味を出すために日本の味噌汁によく使われます。干し椎茸は乾燥させた椎茸ですが、だしにコクを加えてくれます。水は一晩漬け込むための水です。私の特製だしの作り方は、前日の夜、大きな容器に水をたっぷり入れます。そこに昆布を1枚、いりこを10から15匹、そして干し椎茸を2から3個加えます。このだしを冷蔵庫に入れて一晩置いておきます。時間をかけてゆっくりと旨味を引き出すことで深い味わいが生まれます。翌朝、この水を鍋に移して弱火でゆっくりと加熱します。だしが沸騰する前に昆布を取り出すのがポイントです。これで私の特製のだしが完成します。このだしを使うことで普通の味噌汁よりも深いコクと旨味が楽しめます。時間をかけて準備することでシンプルな味噌汁が特別な一杯になります。味噌汁の作り方は、前日から用意しておいた私の特製だしを鍋に入れ、火にかけます。だしが温まったら、豆腐やわかめ、ネギなどお好きな具材を入れます。具材が煮えたら火を弱めて、最後に味噌を溶かします。味噌は加熱しすぎると風味が飛んでしまうので、火を止める直前に溶かすのがコツです。味噌が溶けたら完成です。温かいご飯と一緒にどうぞ。おにぎり。次はおにぎりを紹介します。おにぎりはおむすびとも言います。味噌汁と一緒に私がよく作るのがおにぎりです。おにぎりは手で握ったご飯の中に具材を入れ、外側に海苔という乾燥させた海藻を巻いて作る日本の伝統的な軽食です。家族のお弁当にもよく入れますし、ピクニックや遠足にも持っていくことが多いです。おにぎりの材料はご飯、梅干し、鮭、ツナマヨなどです。日本のおにぎりは短粒米を使って作ったご飯で作ります。日本のお米は粘り気があり、握ると形が崩れにくいのが特徴です。梅干し、鮭、ツナマヨなどはおにぎりの中に入れる一般的な具材です。海苔はおにぎりを包むための乾燥した海藻です。おにぎりの作り方は、
まずご飯を炊きます。おにぎりには少し冷ましたご飯を使います。炊きたてだと熱すぎて握りにくいので、手で握れるくらいまで冷まします。手に少し水をつけてから塩を手にまぶし、ご飯を適量手に取って軽く丸めます。中に梅干しや鮭、ツナマヨなどの具材を入れて、三角形や丸い形に握ります。最後に外側に海苔を巻いて完成です。海苔はパリッとした食感が楽しめるように食べる直前に巻くのがポイントです。おにぎりはシンプルですが、具材を工夫することで様々な味を楽しむことができます。おにぎりを作る際は、家族の好みに合わせて具材を変えています。娘のナナはツナマヨが大好きで、息子のケンタは鮭エリのおにぎりがお気に入りです。私にとって毎日の食事作りは家族の健康と幸せを支える大切な役割です。特に味噌汁は日本の伝統的な料理でありながら、出汁の取り方や具材の選び方で無限のバリエーションが楽しめます。私の特製出汁を使った味噌汁は家族みんなに大好評です。夫のケンジはこの出汁は本当に美味しいと言っていつもおかわりをします。またおにぎりも簡単に作れる日本の伝統的な料理で、家族のお弁当やピクニックにもぴったりです。シンプルな材料で作れるのに心がこもった一品になります。今日は私の特製味噌汁とおにぎりのレシピを紹介しました。どちらも日本の家庭でよく食べられる料理ですが、出汁の取り方や具材の選び方に工夫を加えることで家族に喜んでもらえる特別な一品にすることができます。皆さんもぜひ日本の伝統的な調味料を使って自分だけのオリジナル味噌汁やおにぎりを作ってみてください。今日もお疲れ様でした。またお会いしましょう。